ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕樹、開幕戦でトップ10に入ることができれば素晴らしい結果。将来はレッドブルのシートに座りたいの話題です。角田裕樹選手はプレシーズンテストの3日目、5番手につけ、チームが積極的に取り組んできたテストに好結果をもたらしました。テスト3日目に角田選手がデビューからの成長やチームメイトのダニエル・リカルドから学んでいることなどを語り、 V カーブ01で開幕戦トップ10に入ることに意欲を表しています。角田選手は2024年シーズンのパフォーマンスについての展望を述べ、成長し成熟したドライバーになったと感じていると語っています。レッドブルについて、将来はあのシートに座りたいねと話しています。プレシーズンテスト3日間通してのベストラップは、角田選手が3日目に C4 タイヤで計測した1分30秒775で全体7番手、リカルド選手が2日目に C4 タイヤで計測した1分31秒361で全体13番手のラップタイムでした。角田選手は3日間のテストでチームが直面する最も大きな落とし穴を説明しています。それはサヒールのコースコンディションが刻々と変化することだそうです。午前と午後ではコンディションが大きく異なる。午前の方が代表的で、チームメイト同士の比較をするのは非常に難しい。もし4日間だったら少なくとも2日ずつはテストができるだろうし、もっと意味がある。2日目の記者会見でフェルナンド・アロンソがチャンピオンシップの準備のために3日間しかテストを行わないことの不公平感について指摘しましたが、角田選手はアロンソと同じことを述べています。アロンソは2日目に F1 のようなスポーツのレベルに対してたった3日間のテストがいかに釣り合わないかを語っています。各ドライバーが世界チャンピオンになるために1日半を費やすことなんて、サッカーやテニスでボールを変えて大会前に1日しか試させないようなものだ。私たちは最も技術的に進んだスポーツなのに、これは馬鹿げている。さらに2台目についてもアロンソは次のように指摘しています。1週間後にここでレースがあるから、サーキットに2台のマシンを持ち込む追加コストはわからない。多かれ少なかれ誰もが2台のマシンを準備していると思う。2台のマシンを準備することは我々のようなプロスポーツにとって最低限のことだと思う。角田選手は午前と午後のコースコンディションが全く違うことから均等に機会を分けてほしいと言っていますが、バーレーングランプリの開催時間帯はバーレーンのプレシーズンテストの午前の時間帯とは全く被っていませんし、不公平感をドライバーは感じると思います。個人的なレベルでは角田選手はファエンツァに本拠を置くチームからデビューした3年前よりも強く成長したと語っています。昨年は3人もの異なるチームメイトとシーズンを戦いました。昨年はチームメイト、特にダニエルから多くのことを学んだ。彼は僕にはない特徴を持っていて、レース中はとても落ち着いているし、エンジニアと話すときはとても具体的に車のディテールを説明してくれる。彼からできることを取り入れようと思っています。角田選手はチームメイトと戦いたいのは山々だが、チームの成長のために同じ方向を向いて走ることが重要だと話しています。 V カーブ01の開発面では2023年シーズン最終戦でのチームの取り組みが新しいマシンでどのように実を結んだか角田選手が説明しています。マシンはアブダビで使っていたものとそれほど変わらないし、グリップ感もそれほど変わらない。開発レベルでの確認が必要だが、我々が行った作業は正しい。しかし角田選手はチームメイトと同様、シーズン序盤ですでにトップ5入りしているチームについてトップ10に入ることができれば、それは大きな成果だ
と意欲的に語っています。プレシーズンテスト2日目にリカルドはマシンについて次のように話しています。マシンはピンクのメルセデスじゃない。マシンのバランスはいいし、シャシーレベルではいい感じだ。昨年のアストンマーティンほど大きなサプライズにはならないと思う。シーズンが進むにつれて向上していくだろうし、最初のうちはトップ10圏内に入りたいと思っているが、まだ表彰台レベルには達していない。角田選手にとってレッドブルはサーキットでのベンチマークであると同時に将来の可能性を示すものです。今はレッドブルが一番強いチームだし、 F1 ドライバーとしては一番強いチームに行きたい。彼らとの関係は16歳の時から強い。将来はあのシートに座りたいね。角田裕樹、開幕戦でトップ10に入ることができれば素晴らしい結果。将来はレッドブルのシートに座りたいの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。